サチです。ご覧いただきありがとうございます。今回は使うポリッシュが少し多いんですが、視聴者様からリクエストをいただいたアラジン風のデザインをやっていきます。アラビアンナイトのイメージにジャスミンのドレスカラーを合わせてみました。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではやっていきます。スタート。ベースにストロングガードを塗った状態から始めます。キャンメイク N102 番とトップコートのキャップを開けておきます。N102 番を親指の根元に斜めに塗ります。こちらのカラーは去年発売された限定色ですが、ネットではまだ買えるところがありました。概要欄にリンク載せておきます。カラーが乾く前にトップコートで境目をぼかします。トップコートの量は少しで、ハケは寝かせながらぼかしてください。こんな感じです。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。爪先側も斜めに塗って同じように境目をぼかします。この後さらにカラーを重ねて境目部分は少し隠れるので軽くぼかすだけで大丈夫です。中指も同じように根元と爪先に塗って境目をぼかします。アラジンっぽさもありながらあまり奇抜すぎないデザインにしたくて、ネットでアラジンの画像を探しながら配色を考えてみました。オレンジも入ってる夕焼け空みたいなのも悩んだけど、色が多すぎてもごちゃごちゃして見えそうだったのでやめました。薬指は N102 番を全体に塗ります。人差し指と小指にはチフレ007番を塗ります。少し透け感のあるホワイトでニュアンスデザインに使いやすいカラー。後でこちらを雲っぽくもやもやっと塗るのですが、ベタ塗りはムラになりやすいので、ここは他の白を使っても OK です。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。PA ネイル AA204 番とトップコートのキャップを開けておきます。AA204 番を先ほどパープルを塗った範囲の半分くらいに塗ります。カラーが乾く前にトップコートで境目をぼかします。濃いネイビーからパープルのグラデーションっぽくなれば OK です。爪先も同じように塗ってぼかします。こちらのネイビーは薄く塗るとぼかしにくいので、少しだけ厚めに塗るのがおすすめです。こんな感じです。中指も同じように塗っていきます。ピンボケしちゃってました。見にくくてすみません。私がいつもぼかしに使ってるダイソーのトップコートですが、同じものが近所の店舗にないって方は、同じくダイソーのジェネネールベースコートもおすすめですよ。他の指は2度塗りしていきます。007番は2度塗りでも少しムラが目立ってしまうので、キャンメイク N29 番をお持ちの方は人差し指と小指は N29 番を使った方がいいです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。次はチフレ819番を使います。メイクスポンジとペーパーパレットも用意します。メイクスポンジは小さめにカットしておいてください。819番をペーパーパレットに少量出して小さくカットしたスポンジになじませます。そしたら親指の根元と爪先にポンポンします。あまり強く叩かずに軽くポンポンしてくださいね。もう少し濃くしたいのでもう一度スポンジにカラーをなじませます。スポンジにしっかりなじませておかないと濃さの調整がしにくいので、しっかりなじませて発色を見ながら少しずつポンポンしてください。こんな感じ。
中指も同じようにポンポンします。人差し指と小指の爪先にもポンポンします。人差し指と小指はムラを隠したいので、ちょっと深めにポンポンしておきます。少し斜めになるように左右どちらかを深めにポンポンしてください。乾燥時間は取らずに次に進みます。チフレ007番とトップコートのキャップを開けておきます。007番を親指の根元に点置きしたら、乾く前にトップコートで爪先に向かってふわっとぼかします。点置きしたカラーの上澄みだけをふわっと引っ張るイメージ。ぼかし方に正解はないので、お好みの雰囲気に仕上げてください。中指も同じように点置きしてぼかします。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。次はチフレ004番を使います。親指の根元から爪先にカーブを描きながら細く塗っていきます。細かいラメの中に大粒のゴールドラメが入っているカラーなので、大粒のラメが1箇所に固まりすぎないように重ねてください。ラメが加わると一気にファンタジー感が出てきました。こういう感じに重ねました。中指も同じように重ねていきます。人差し指と小指は縦長に重ねていきます。ホワイトの色ムラをこのラメでできるだけ隠します。ラメを重ねたら5分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。アラジン風ネイルの完成です。雰囲気伝わりますでしょうか？私的にはファンタジー感があって満足な仕上がりです。使用したものをまとめます。右手はこんな感じです。利き手に塗るのは難しいなって方は、チフレのターコイズカラー単色でも可愛いと思います。今回のデザインは使うカラーも工程も少し多めですが、見た目ほど難しくないので、ぜひチャレンジしてみてください。リクエストありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。